皆さんこんにちは、藤です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるーくお話ししていきます。学校で習わないような自然な日本語をお届けするので、皆さんのリスニング力向上に少しでもお役に立てたら嬉しいです。さて、本日は日本食についてお話ししたいと思います。皆さんは日本食食べたことありますか？日本に住んでいる方はもちろんあるかと思いますが、海外に住んでいる方も最近は日本食レストランができているので、食べたことある人もいるかもしれません。日本食といえば、お寿司、うどん、天ぷら、たこ焼きなどいろいろありますが、今日はその中でも私が特に好きなお寿司とラーメンについてお話ししたいと思います。まずはお寿司から。お寿司って本当に美味しいですよね。生魚を食べる文化がない国の方はちょっと嫌悪感があるかもしれないんですけど、嫌悪感っていうのは何かに対して嫌だなと思う気持ちのことです。そう、食べたことがない人はぜひ食べてみてほしいです。皆さんが一番好きなお寿司のネタは何ですか？私が一番好きなネタは中トロです。中トロはマグロの部位の一つで、お腹と背中の両方から取れます。お寿司屋さんではマグロの部位によって呼び方を変えていて、大きく分けて3種類あります。一つ目は背中の部分から取れる脂の少ない赤身。二つ目が中トロ。そして三つ目はお腹から取れる最も脂が多い部位、大トロです。やっぱりこの中でも中トロが一番バランスがいい。脂の量が赤身と大トロの中間ぐらいなので、脂乗ってるけど脂っこすぎないです。あとは最近は甘エビが好きです。食感がね、外側はプリプリしてるんですけど、中はねっとりな感じが好きです。本当にね、お寿司はいろんなネタがあるので、全部制覇してみてほしいなと思います。海外だとカリフォルニアロールとかあると思うんですけど、あれはあれで結構美味しいですよね。私アボカドが好きなので、カナダ留学中にお寿司屋さんに行った時は、毎回カリフォルニアロール頼んでました。日本だと回転寿司なんかにはそういうアレンジ系のお寿司もあります。おすすめの回転寿司はやっぱりスシローですかね。あとは北海道発祥のトリトンっていうお店、東京にも店舗があるんですけど、そこもおすすめです。さて、続いてラーメンについて話していきたいと思うんですけど、ラーメンは皆さん食べたことありますか？めちゃくちゃ美味しい麺です。日本食なのかちょっと怪しい部分もありますが、今回は日本食として紹介させてください。ラーメンにもいろいろ種類があって、醤油ラーメン、塩ラーメン、味噌ラーメン、豚骨ラーメンとかあるんですけど、私が一番好きなのは豚骨ラーメンです。豚骨ラーメンは豚の骨からスープを取っていて、白くてこってりしたスープが特徴です。ものにもよりますけど、ものすごく油っぽいので、
油っぽいものが嫌いな人はちょっと苦手かもしれません。私は今25歳なんですけど、年を取るごとに油っぽいものが食べられなくなってきているので、いつか豚骨ラーメンが食べられなくなる日が来るかもしれないと思うと怖いです。あとはラーメンといえばトッピングですよね。もともと入っていることもあるんですけど、チャーシューとか味玉、メンマ、海苔とかいろいろトッピングを追加できたりします。ネットで人気ランキングを調べてみたんですけど、1位は味玉でした。味玉私も大好きです。味玉はゆで卵を醤油とかみりんとかのタレにつけたものです。黄身のトロトロ具合が本当に美味しいんですよね。私はよく家で作ったりもします。そして第2位はチャーシューでした。サイトによってはこっちが1位のサイトもありました。チャーシューは豚肉を醤油、スパイスとかでつけて煮たり焼いたりしたものです。つけるのが好きですね、日本人。私は個人的には海苔が一番好きなトッピングです。ラーメンに限らず海苔が大好きなので、はい。あとこれはちょっと番外編なんですけど、定食の話を最後にしたいと思います。皆さん定食って何かわかりますか？ご飯とスープ、おかずがセットになって一緒に出てくる食事スタイルのことを言います。例えば、ご飯、お味噌汁、焼き魚、お漬物の定食とか。コース料理と何が違うのと思った方もいるかもしれないんですけど、コース料理は順番に一品ずつ出てくるのに対して、定食は全部一緒にお盆に乗って出てきます。これは日本ではかなり伝統的に受け継がれている食事の文化で、江戸時代から続いているそうです。特徴としてはやっぱり栄養バランスが整っていることが一つあるかなと思います。あとは食器だったり、食材の色の組み合わせも考えていたりとか、味だけじゃなくて見た目も楽しめるところも素敵だなと思います。定食は和食の中でも日本人が家で食べるメニューが多くて、唐揚げとか生姜焼きとか肉じゃがとか、日本の家庭料理を食べてみたいという方はぜひ定食屋さんに行ってみてほしいなと思います。私のおすすめは大戸屋っていう定食屋さんです。これはチェーン店で結構どこにでもあります。日本だけじゃなくて、タイ、台湾、香港、インドネシア、アメリカにも店舗があるみたいです。私のおすすめのメニューは、鶏と野菜の黒酢あんです。野菜と鶏肉に片栗粉をつけて揚げたものに黒酢っていうちょっと甘いお酢のソースをかけた料理です。ちょっと説明が難しいんですけど、美味しいのでぜひ食べてみてほしいです。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。